はい、どうも皆さん、こんにちは。とまチャンネルのとまです。このチャンネルでは、現役エンジニアのとまが、電気電子工学に関連する技術解説を行います。学校で学ぶあんなことやこんなことが、社会でどう生きるのか知ってもらうきっかけとなれば幸いです。ご興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今回のテーマは、高周波回路で使われるミキサー、周波数混合機の原理です。ミキサーは高周波回路ではスーパーヘテロダインの周波数変換に利用されています。また音楽関連であればシンセサイザーやエフェクターとして利用されています。ミキサー周波数混合機の原理について理解できる内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。皆さん、ミキサーと聞いて何を連想しますか？料理をする人であれば、このミキサー、フードプロセッサーという言い方もします。音楽をやっている人であれば、このミキサーですよね。シンセサイザーという言い方もします。小室哲哉さんは、このシンセサイザーを操る作曲家として、80年代から90年代に活躍しました。彼の作る音楽に魅了され、青春時代によく聴きました。あとはギターに接続するエフェクターも、実はミキサーの原理と同じです。高周波回路の世界でいうミキサーは周波数混合機といって、周波数を変換する装置として利用されています。周波数混合機の動作はフードプロセッサーと似ています。果物や野菜をフードプロセッサーに入れてスイッチを押すと、これらの食材は細かく砕かれて混ざります。高周波回路でも同様に、周波数混合機は周波数を細かく砕いて混ぜます。これ以降の説明では周波数混合機をミキサーと呼ぶことにします。それではミキサーの原理についてです。ミキサーの原理を理解する上での知識は2つあります。1つ目は2次関数などの N 次関数です。2つ目は三角関数と加法定理です。周波数を足したり引いたりするのに、これらの公式を使います。皆さんも中学校で二次関数を習い、高校で三角関数と加法定理を学んでいる方もいると思うので、これらの公式に馴染みがあると思います。私も加法定理をシン、コス、コスシンと言いながら覚えた記憶があります。それではこれらの公式を使ってミキサーの原理を解説します。このような二次関数の曲線を電子部品のデータシートで見覚えがありませんか？このようにすると分かりやすいかもしれません。X を電圧、Y を電流に置き換えてみます。そうですね。ダイオードの特性とよく似ています。このグラフから数字を読み取って、Excel を使って近似式を計算すると、このような式になります。I は電流、V は電圧です。この結果を見ると3乗2乗が含まれています。ここに出てくる3乗と2乗が何か関係しそうですね。それではゲルマニウムダイオードの入出力特性について詳しく見ていきましょう。このダイオードに入力する信号を sin2πf1t とします。この時の I アブトを求めてみましょう。先ほどの近似式を使ってこのように表すことができます。説明の都合上21や25などの係数は割愛します。この式に入力信号 V1 を代入します。次に加法定理を使って整理すると、このように表すことができます。この計算結果の中身を見ると面白いことがわかります。左から順番に元の周波数、次に3倍の周波数、そして2倍の周波数については周波数に加えて位相も変化しています。そして最後に元の周波数という順番で出力されます。周波数スペクトラムのグラフになるとこのようになります。入力信号は 1kHz のみですが、I アウトには 2kHz、3kHz の信号が出力されます。横軸を時間のグラフにするとこのようになります。元の波形と比較するとかなり歪んだ波形になっていますね。この歪んだ波形の正体は 2kHz と 3kHz です。
これは周波数スペクトラムからわかります。つまり歪みは様々な周波数成分が含まれることを意味しています。この歪み動作を利用した製品がエフェクターになります。ネットで検索してみるとエフェクターを自作している方がたくさんいます。次に2つの信号波形を入力しています。周波数 α の信号に加えて周波数 β の信号を同時に入力するとどうなるでしょうか。周波数 α と周波数 β は下記のように定義します。その時の Iout を求めてみましょう。先ほどと同様の関数に代入するとこのようになります。説明の都合上21や25などの係数は割愛します。ここでは2乗の項に着目して説明します。これを計算するとこのようになります。次に加法定理を使って整理するとこのように表すことができます。この計算結果から先ほどと異なることがわかります。左から順番に周波数 α の2倍、次に周波数 α- 周波数 β、そして周波数 α プラス周波数 β、最後に周波数 β の2倍が出力されます。ここで α の周波数を 1kHz、β の周波数を 10kHz とします。この計算結果を周波数スペクトラムの図で表すとこのようになります。左から順番に α の2倍の周波数なので 2kHz、1kHz-10kHz なので -9kHz、1kHz プラス 10kHz なので 11kHz です。最後の 20kHz は β の2倍の周波数ですね。計算結果にマイナスの符号がついているものがあります。マイナスの周波数は周波数スペクトラムで表示する際にはプラスとして扱われますので注意しましょう。このようなことは無線通信の計算ではよく出てきます。このように入力する周波数が2つになると異なる結果になることがわかります。実験の概要を説明します。構成はこのようになっています。パソコンから音声を出力し、トランジスタに入力します。ダイオードに入力するレベルを大きくするために、プリアンプとして ESC185 のトランジスタを使用しています。次にオーディオパワーアンプに入力します。オーディオパワーアンプの出力をダイオードに入力し、波形を観察します。ついでに音の変化を確認するためにスピーカーを接続します。ダイオードにバイアス回路が接続されているのは、入力のバイアス点をコントロールすることで歪み量を変化させるためです。それではミキサーの実験を行っていきます。こちらがパソコンから出力されるオーディオになります。周波数は 1kHz になります。これを接続します。入力から順番に説明します。こちらがプリアンプに使用するトランジスタ、こちらがオーディオパワーアンプ、そしてミキサーとして使用するゲルマニウムダイオードになります。それでは 1kHz の信号を入力してみます。黄色がゲルマニウムダイオードの入力波形です。青色が出力波形になります。そしてこの上側の紫ですね。こちらは周波数スペクトラムを表示したものです。上側が入力、下側が出力になります。それではダイオードのバイアスを変化させてみましょう。だんだん青色の波形が歪んでいくのがわかると思います。歪んでいくに従って、こちらの紫の下側ですね、の方の波形にぴょんぴょんというようなものが現れているのがわかります。それでは次に音を聞いていきましょう。それでは音声の方を出力してみます。
それでは最後に周波数スペクトラムの拡大を表示したいと思います。今バイアス点を変化させています。青い方が歪んでくるのがわかると思います。それに従ってここの部分の波形が増えているのがわかると思います。このように波形が歪むと様々な周波数成分が発生することが理解できたと思います。本日の動画は以上となります。動画のご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。